あらあら、通るよね。落ちこぼれのあんたでも飛行機に乗れるような仕事にはつけたのね。仕事の都合で乗った飛行機の座席に座ると、聞き慣れた声が隣の席から聞こえてくる。良子。そこにいたのは高校時代に付き合っていた良子だった。私ね、一流大学出身の彼がいて、もうすぐ結婚するのよ。受験が怖くて逃げた臆病者と別れて正解だわ。誰も聞いてないのに、自分の話をペラペラしてくる良子。しかし、彼女は後に自分の言動を深く後悔することとなる。俺は昔から体が弱かった。中学校に入るまでは入退院を繰り返すことが多かったほどだ。お母さん、どうして僕だけがこんな体なの？小学生2年生の夏休みを病院で過ごしていた俺は、母親にそう言ったことがある。夏休み前、周りの同級生たちはどう過ごすのか話していた。川遊び、海水浴、家族との旅行にキャンプ、話をしているみんなの笑顔、本当に心の底から嬉しそうで、僕はそれが羨ましくもあり、妬ましくもあった。なぜなら、みんなが楽しく過ごしている時には、僕は病院に入院しなければならないからだ。そんな状況が、僕の心の底に抑えていた気持ちを押しのけ、言葉として出てしまったのだ。トール、ごめんね。僕の言葉に、母はただ泣いて謝るばかりだった。母のせいではない。別に責めるつもりもなかった。ただ、その言葉を発してしまった。そんな気持ちの中で、俺は入院していたのだが、その時に周りの人たちからすごく励まされ、前向きになれたのを覚えている。その日を境に、俺は人のためになる仕事に就きたくて、猛勉強した。そのおかげで、高校3年生の時には、全国で1位を取るほどに学力がつき、志望校の T 大合格も確実だと言われていたほどだ。良子と付き合い始めたのは、その頃だ。トールくん、ちょっといいかな。当時、学校の男子生徒の憧れの的だった良子に呼び出され、ベタだけど、体育館の裏へ向かった。めちゃくちゃドキドキしていたのを覚えている。私、あなたのことが好きなの。付き合ってくれないかな？俺でよかったら。二人きりになった時、そう言って俺を見ている彼女は、頬をあからめ、とても愛らしかった。俺は、格好つけているのが精一杯だったのを覚えている。自慢の彼女もできて、このまま志望する大学に入り、俺の人生はこのまま輝いて進むのだ。そう思えるほど順調だった。しかし、現実はそう甘くはなかった。俺は試験を受けることができなかった。あいつ試験行かなかったらしいぜ。本当は怖くなって逃げたんじゃないの？何それ、メンタル弱すぎじゃね？同級生たちはみんなで面白おかしく適当な噂話を広めていった。試験が終わって2週間後、俺が学校に登校してきた時には、成績が良かったのはカンニングをしていたからで、本当の実力を知られたくなかったから、試験に行かず逃げた。そういうことになっていたようだ。そんな時、俺は良子に呼び出された。あんた、試験に行かなかったってどういうこと？
いや、それは。今までは、みんなの目の前で見せびらかすように甘えていたのに、まるで別人のように険しい表情を見せている。事情を話せば、きっと良子もわかってくれる。当時、青臭かった俺はそう思い、顔を上げ話そうとした時だ。もういいわ。え？あなたと付き合っていたのは、全国一位の学力っていうステータスがあったから。それだけだしね。愛はお互いを信じ大切にすること。真剣にそう信じ、疑うことのなかった高校生の俺にとって、耳を疑うような言葉だった。はぁ？何その表情。ウケるんだけど。私があなたに真剣に惚れているとでも思ってたの？ありえないでしょ。馬鹿にしたような表情でそう言ってのける。俺は愕然として何も言い返すことができなかった。私が欲しかったのは、有名大学に行って、エリートルートを進む彼氏なの。あなたのような半端な偽物くんとはもうこれまでね。あ、そうそう。私と付き合っていたなんて周囲に言いふらさないでよ。本当に迷惑だから。良子はそう言って、俺を捨てた。あいつにとって、俺はみんなが羨むアクセサリー程度の興味しかなかったわけだ。そして現在、私にはあんたなんかとは違う。一流大学での彼氏がいるの。変な誤解なんて生みたくないから、もう話しかけないでよね。俺の隣でこんなことを言う。本当に変わらないな。期待を裏切ることなく、昔と変わらない姿に、俺は呆れてしまった。しかし、おかしいな。もう離陸してもいい時間なのだが、そう思っていると、機内アナウンスが流れてきた。ご搭乗の皆様、飛行機に軽微な不具合がある可能性があり、現在点検を行っておりますので、今しばらくお待ちください。ご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫びいたします。どうやら何かのトラブルがあり、出発が遅れるとのことだ。しかし、乗客すべてが理解してくれているわけではないようだ。おいおい、こんなの聞いてないぞ。次の予定に遅れちゃうじゃないの。隣に座っている良子も、ブツブツと不満を漏らしている。乗客の中には、イライラを隠せない人たちも現れ始めた。後ろの席うるさいぞ。はぁ？てめえなんか文句あんのか？この状況、暴動が起きそうな勢いだ。なんとか止めないと。そう思い、俺が立ち上がろうとしたその時だ。一人の女性がすっと立ち上がると、乗客みんなに訴えかけた。皆さん、こういう時ですから、落ち着きましょう。女性の声はとても澄んでいて、どこか聞き覚えのあるものだったこともあり、みんなの視線が集中する。そこには、小柄で、長く艶やかな黒髪をなびかせる、凛とした美しい女性がいた。おい、あの人って。そうよ、リナだわ。え、本物のリナ？そう、立ち上がった女性は、実力派として有名な歌手のリナだった。今や彼女の曲を知らない人はいないだろう。本物だわ。キャー、夢みたい。隣でブツブツ言っていた良子も、今は目を輝かせている。皆さん、もしよろしければこのひととき、私の歌を聴いていただけませんか？彼女がそう言うと、乗客たちは先ほどの騒ぎが嘘のように静まり返った。彼女の声を一言も聞き逃さないようにと必死なのだ。それでは、失礼します。そして、歌声が機内に響き渡った。
曲はリナのデビュー曲だ。その声はとても優しく、繊細で澄んでいるけど、どこかに力強さを感じる。歌が終わった時、大歓声と拍手が響き渡った。すごい。先ほどの喧騒がどこへ行ってしまったのか。乗客は皆穏やかで満足な表情を浮かべている。全員が先ほどの歌の余韻に浸っていた。当機は間もなく離陸いたします。そんな機内アナウンスが流れ、飛行機も無事に空港を飛び立つことができた。歌って本当に人の心を癒す力があるんだな。実は、俺もリナのファンだ。特にあの曲を聴くと、なぜか小学校2年生の夏を思い出す。みんなが楽しみにしていた夏休み。俺は入院してふてくされていた。どうせ僕は治らないんだ。そんなことを考えていた俺は、病院の中でいつも一人でいることが多かった。そんな中、いろいろ忘れていることはあるが、入院が長い子供たちのために、病院側が開催したお楽しみ会が開かれた。その時に、俺より年下と思われる女の子が一人でステージに立っていた。その子は暗く沈みがちな病室で、よく歌を歌っている子だった。みんなで歌えば元気が出てくるよ。それが口癖だったことを覚えている。いつもニコニコしていたけど、自分自身が周りの子たちより確か症状が重かったのに、そうやってみんなを励ましていた。その子がステージで歌ったとき、暗く沈みがちな病棟に光が差したように、自然とみんなが笑顔になった。みんなを励まそうとする歌声に俺は、自分の病気と向き合い、前向きに頑張っていこうと思えたんだ。その子のことが気になり、告白しようと思った時には、もう転院していなくなってしまっていた。懐かしく、俺の中では大切な思い出の一つだ。たまに、あの子もきっと大きくなったんだろうな、なんて思うこともある。そんなことを考えていると、キャビンアテンダントさんたちが慌ただしく動き始めた。すると、その中の一人が乗客に対して呼びかけを始めたのだ。乗客の皆様の中にお医者様はいらっしゃいませんか？もしいらっしゃいましたら、こちらにお願いいたします。どうやら体調が思わしくない人が出たようだった。それを聞いた涼子は、今日はいろいろある日ね。体調ぐらい整えて乗りなさいよ。バカじゃないの？そんなことを平然と言う。この性格の悪さには本当に呆れる。そう思いながら、俺は席を立った。何立ち上がっちゃってるのよ。冷やかしはやめなって。高卒のあんたなんかができることなんてあるわけないでしょ。その姿を見て、涼子は馬鹿にしたように笑った。俺はさ、困っている患者を見捨てるようなことはしたことがなくてね。え？嘘でしょ？俺の言葉を聞き、目を丸くしているようだが、俺はそれに構わず前に出た。それを見て、一人のキャビンアテンダントが俺に近づいてきた。お医者様ですか？はい。返事をすると、急いだ足取りで体調不良者のもとへ案内された。そう。俺は医師になった。高校3年生だったあの日、俺は T 大学の医学部に入るべく、最後の追い込みで勉強に没頭していた。そして、待ちに待った試験当日。トール、しっかりして、トール。俺は早朝に病気が再発して、救急車で運ばれてしまった。原因は、俺の頑張りすぎだったようだ。
深夜までの勉強による連日の寝不足、それによる体力の低下、それらが今回の再発を促した。それから2週間、検査と経過観察のための入院をすることになり、俺の高校3年間の目標は、挑むことなく終わってしまったのだ。心が折れそうな俺を励ましてくれたのは、病院の先生と看護師さんたちだった。勉強できる時間が長くなっただけじゃない。またチャレンジすればいいんだよ。俺は医療従事者になりたい気持ちを一層強くした。病気が完治するのに半年が過ぎたが、浪人生となり、猛勉強した。その結果、志望校である T 大学の医学部に入学することができたのだ。しかし、研修医の期間も、幾度となく心が打ちひしがれた。頑張って、戻ってきて、医師はすべての命を救えるわけではない。自分の無力さの実感。そうしたことが続いて、自暴自棄になりそうな時、リナがデビューした。そのデビュー曲を初めて聴いた時、どこか懐かしく、まるで俺を励ましてくれているような感覚を覚えた。それからは、辛く苦しい時には、彼女の歌に励まされ、どんな苦難も乗り越えることができたんだ。そうして、念願の人のためになる職業。そう、医師になり、今は某大学病院で勤務している。そんなことを思い出しながら案内についていくと、飛行機で倒れた体調不良者のもとへ着いた。リナさん。先ほど、見事な歌声で乗客を癒してくれた歌手、リナがそこで失神しており、マネージャーらしき人物が心配そうに寄り添っている。リナ、しっかりして、リナ。俺が近づくと、その人物は俺に気づき、焦った様子で話しかけてくる。私、リナのマネージャーの渡と申します。リナは大丈夫でしょうか？まずは落ち着いてください。では、見てみますね。俺はリナを診察し、マネージャーを呼んだ。リナさんは、ここのところスケジュールが詰まっているなど、疲労されていたりしていませんか？今、全国ツアー中で、確かに疲労はあるかと思います。俺は、血管迷走神経失神を疑っている。ツアーでの疲労蓄積。先ほどの特殊な状況下での極度の緊張。この辺が原因だろう。俺はこのまま横に寝かせ、様子を見るように伝えた。診断を間違えていなければ、それで意識を取り戻すはずだ。ただ、経過を見ながら、他の症状も疑うべきであろうとは思っている。マネージャーに定期的に様子を見に来るから大丈夫だと伝えると、俺は一旦自分の席に戻った。すると、先ほどまで散々嫌味を言っていた良子が、ニコニコしながら話しかけてくる。ねえ、トール、こんな隣同士に座るなんて、きっと運命だと思うの。人間ここまで変わるのかと。呆れるくらいの変化だ。気持ち悪いことだが、良子の話はまだ終わらない。私、あの時振ったことを後悔しているわ。いいえ、あの時はあなたのためを思ってのことだったのよ。ねえ、私たちやり直しましょう。俺は正直うんざりしていた。良子、俺は人をアクセサリーみたいにステータスだけで選ぶようなやつが大嫌いでさ、話しかけないでくれるかな。俺がそう言うと、良子は顔を真っ赤にして怒っている。私がやり直そうって言っているのよ。何その言い方。信じられない。正直、少し胸がスッとした。良子に振られたあの日、彼女の家庭環境を友人が教えてくれた。実家はそこそこの会社を経営しており、社長である父親は、
いつも自分に利益になる人とだけ関わるようにと言っていたそうだ。人の上に立て、人に使われるな、人に羨ましがられるようになれ。そんな教育を幼い頃から受けてきた結果が、今の良子だという。家庭環境のせいでそうなったのは、かわいそうかもしれないが、多くの人と関わっていながら、今の自分を良しとしたのも良子だ。俺は許すことも、受け入れることも決してできない。そうしていると、キャビンアテンダントが俺のところに来た。お客様が意識を取り戻しました。わかりました。今行きますね。俺は再びリナを診察した。脈は正常。もう大丈夫そうだ。ちょっとした過労ですね。もう大丈夫ですよ。ゆっくり休んでくださいね。俺は着陸するまで不安がる彼女を励ました。飛行機が目的地に着くと、最終的な容体の確認を行い、現地の医療従事者に引き継ぎを行い、俺がその場を後にしようとしていると、マネージャーが駆け寄ってくる。本当にありがとうございました。これはリナの全国ツアー最終日のチケットです。お礼としてお受け取りください。そう言ってチケットを渡してくれた。本人がどうしても来てほしいと言ってくれたらしい。正直かなり嬉しい。空港を出ようかとしていると、向こうから良子が走ってきた。ねえ、トール。本当は私のことまだ好きなんでしょ？付き合ってあげるからやり直しましょう。本当に面倒なやつだ。はっきり言おう。俺は良子とやり直すつもりはない。だいたい学生時代の話をいつまで引きずってるんだよ。大人になれって。俺がそう言うと、良子は口をポカンと開けて固まってしまった。今まで振ることはあっても、振られたことはないのだろう。彼女にもどうにか前を向いてもらいたいものだ。翌日、俺はいただいたチケットで、リナのコンサートへ行くことにした。同僚たちは、今回の行きさつを聞いて、相当羨ましがっていた。なんだよ、僕がその飛行機乗りたかった。リナのチケット手に入らないんだぞ。俺に売ってくれ。使い果たしてしまえ。などなど、言いたい放題言われてしまった。コンサート会場に到着し、指定の席に座る。周りのファンも、リナが出てくるのを今か今かと待っていた。すると、突然照明が消え、ステージにスポットライトが当たる。静かに曲が流れ、リナが歌い出しとともに姿を現すと、みんな立ち上がって、興奮が高まっていく。これがリナのコンサート。実力派と言われるだけに、どの曲も素晴らしく、とても昨日倒れているのが嘘のような、パワフルなステージだった。もともとファンではあったが、ますます応援したくなる。本当、めちゃくちゃ元気もらえるな。たまにこちらを向いて、笑顔で手を振ってくれているように感じた。いや、感じただけだ。俺なんかにリナが手を振ってくれるはずはない。そう勝手にドギマギしていると、あっという間にアンコールのステージとなった。一切の音が消えた。しばしの静寂が会場を覆う。すると、リナがみんなに語りかけた。みんな、アンコールありがとう。私の話を少しさせてもらってもいいかな？私ね、子供の頃は本当に体が弱くて、ほとんど病院で過ごしてたの。みんな、リナの言葉に耳を傾けている。そんな辛くて苦しい時、励ましてくれた恩人がいるんですけど、この曲はその人のために歌いたいと思います。聴いてください。そう言って歌い出した曲は、
初めて聴く曲だった。これって新曲かな？そう思って聴いていると、歌詞に描かれている情景が、すごく自分の記憶とリンクする部分がある。僕たち二人、病にとらわれ、箱庭の隅が楽園だった。悲しみの淵で、傷ついた声を、君は優しく癒してくれた。あれ？この歌詞、何か覚えがあるような。体が弱かったリナの子供の頃を綴った歌詞のようだけど、俺自身も懐かしく思うような歌詞が多い。俺にとっても大切な思い出になっているあの日、病院の中庭の隅で、あの子は泣いていたっけ？いつも元気なあの子が泣いているのを見て、俺は声をかけずにいられなかった。みんなで歌えば元気が出てくるよ。サビのこの歌詞、もしかして、病室でみんなを励ますように明るく歌っていたあの女の子。俺に前を向く勇気をくれた。気持ちを伝える前に、どこかへ転院してしまった。俺にとって大切な思い出の女の子。気がつくと、俺の方に温かい涙が伝う。歌が終わる頃には、涙で前が見えないくらいになっていた。そして、コンサートが終わり、余韻に浸っていると、リナのマネージャーが俺のところにわざわざ来てくれて、楽屋へ案内してくれた。そこには、笑顔で迎えてくれるリナがいた。トールさん、トール兄ちゃんって言った方がいいのかな？リナ。いや、カリナちゃんって言った方がいい？俺たちはそう言葉を交わし、再会を喜び合った。彼女は俺を見つめながら話し始めた。私、トール兄ちゃんのおかげで今があるんだよ。俺が小学校2年生だったあの夏。彼女は病院の中庭の片隅で、一人寂しそうに歌を口ずさんでいたことがある。その時初めて、俺は彼女と言葉を交わした。カリナちゃんだよね。僕、トール、元気ないみたいだけど、どうかしたの？え？俺が話しかけた時、彼女は下を向き、涙を流し始めた。さっき、大人の人にね、うるさい、下手くそだから歌うなって言われたの。そうかな？僕さ、カリナちゃんの歌大好きだよ。俺がそう言うと、彼女は俺の方を見上げた。本当に歌を歌うのが上手だと思うよ。僕は君から元気をもらったんだ。でも、みんなで歌えば元気が出てくるんだろ？一緒に歌おうよ。そうして僕らは、二人で笑いながら楽しく歌って過ごしたのを覚えている。その時の出来事が彼女にとって支えになっているのだという。あの時に励ましてもらえたから、今の私がいるんだよ。あの後、彼女は転院することになったのだが、当時は恥ずかしくて、俺の連絡先を聞くこともできず、それ以来俺を探してくれていたらしい。トールさん、あの時私に気がつかなかったでしょう。彼女は飛行機で意識を取り戻した時、俺のフルネームを聞いて分かったらしい。ははは、ごめんね。まさかあの時の女の子がこんな綺麗になってるなんてね。でも、君の歌声を聞くとどこか懐かしくてさ、昔から聞いていたよ。今でも君に励ましてもらってるってことかな。俺がそう言うと、彼女は涙ぐんだ。そうなんだ。私、ずっと会いたかった。俺もさ、ずっと会いたかった。俺の瞳にも涙が潤む。その日以来、俺たちは交際することになった。リナ、交際発覚だって。相手は命の恩人だってさ。
俺たちの交際はすぐにメディアが嗅ぎつけ、すぐにみんなが知ることになってしまった。そして、交際して3年後、俺たちは結婚することを決めた。最初は、リナの所属する事務所も反対していたが、俺たちの熱意が通じ、最後は快く認めてくれた。ファンの間で賛否が分かれているようだが、俺たちはそんなこと気にしない。彼女は歌で、俺は医療で、それぞれの方法で、いろんな人たちを幸せにしよう。そして、お互いを一番に幸せにしよう。そう決めた。トール、行ってきます。行ってらっしゃい。決めた通り、俺たちは幸せに暮らしている。トール先生も頑張ってね。ああ、行ってきます。俺たちの人生の物語はまだ途中だけど、これからも二人寄り添っていきたい。義足のあんたが親族にいるなんて一族の恥だから、結婚式絶対来ないでね。兄の結婚相手から投げつけられた言葉は、私を傷つけるには十分すぎた。私の見た目は恥だったんだ。家族になる人からそんなことを言われるなんて思いもしなかった。私の義足のせいで大好きな兄に迷惑はかけられない。私は兄の門出を祝うことを諦めるしかなかった。でもこの後、私の本当の正体を知った結婚相手は、最悪の結末を迎えることになる。私はまなみ、27歳。今は福祉関係の会社で働いている。必死で頑張っているおかげで、周りからの評判も上々だ。まなみはいつも本当に頑張るね。どうしてそんなに頑張れるの？と、同僚から聞かれたことがある。この仕事が好きだからかな。それに義足だから使えないとは周りに思わせたくないんだよね。私は言った。義足のせいで特別扱いされるのは嫌だった。だから頼まれた仕事はどんなことでもがむしゃらにやった。そのおかげで今度チームのリーダーに昇進させてもらえることになり、より一層やる気に満ち溢れている。私はみんなと少し見た目が違う。私の左足は義足だ。中学生の頃からこの義足と共に生きている。その日、私はいつものように学校からの帰り道を歩いていた。信号待ちをしていた私は、向こう側にかっこいいスーツを着たおじさんが立っているのを見ていた。素敵なおじさんだな。私は心の中でそうつぶやいた。信号が変わり、私とおじさんがすれ違うとき、おじさんはニコッと私に笑いかけてくれた。見た目だけじゃなく、心も素敵なおじさんなんだな。そう思ったその時、すごい勢いでトラックが走ってくる音が聞こえた。え？トラックはおじさんの方に向かって進んでいる。おじさん！できる限り大きな声で叫んだが、おじさんはまだ気づいていない。私はおじさんの方へ向かって全速力で走った。危ない！私は無意識のうちにおじさんを突き飛ばした。キキー。そこで私は意識を失ってしまった。目が覚めたとき、私は病室にいた。おじさんを助けるために、私はトラックと衝突したらしい。救急車で運ばれた私は、一時は危ない状態だったそうだが、医師たちの懸命な処置により、一命を取り留めることができた。助かってよかった。
家族は涙を流して喜んでくれた。が、目が覚めて少し経つと、足に違和感があることに気づいた。ねえ、お母さん、なんか左足が変なんだけど。私がそう言うと、母は下を向いた。事故のせいで足を切断しないといけなくなったこと、義足をつけることになったことを母は辛そうに話してくれた。自分の足がなくなっちゃうのか。私はしばらくショックだった。落ち込んだ私を家族が必死に励ましてくれた。命が助かっただけでお母さんは嬉しいわ。母のその言葉で私はハッとした。私は生きている。義足でも生きていける。そう思えた。私には大好きな兄がいる。私の兄は勉強も運動もできる自慢の兄。おまけにとっても優しかった。部活や勉強で忙しい中、兄は毎日面会に来てくれて、私の話し相手になってくれた。たまに兄が買ってくれるイチゴのショートケーキが私は大好きだった。本当に優しい自慢の兄だった。私は生きていて家族と笑い合うことができる。それだけで幸せだった。だからあのおじさんを助けたことを後悔していない。退院して学校に通い出すと、義足で大変なこともあった。階段や体育の授業など難しいことも多かった。それでも家族の応援のおかげで、私は諦めずに生きてこられた。特に兄は事故に遭ってからずっと支え続けてくれている。義足をつけたばかりで慣れない私にいつも寄り添ってくれた。歩くときは隣をゆっくり歩いてくれたり、階段を登るときは横で支えてくれた。辛い思いをしていないかいつも気遣ってくれる。兄は本当に優しい。大学卒業後、兄は弁護士として働いている。司法試験にも一発合格でバリバリ仕事をこなす優秀な弁護士だ。そんな兄が今度結婚することになった。お相手は私の2歳年下だそうだ。まなみと話が合いそうな気がするから、今度3人で食事でもしよう。大好きな兄がそう言うなら、きっと素敵な方なんだろうと思い、私は兄の結婚相手と会えるのを楽しみにしていた。1週間後、3人で食事をすることになった。私はドキドキしていた。大好きな兄がどんな人を選んだのか。きっと素敵な人なんだろうな、と少し緊張しながら約束のレストランに向かった。レストランに入ると兄が、まなみ、こっちこっち、と手を挙げて呼んでくれた。隣にはとても綺麗な女性が座っている。こんにちは。遅くなってごめんなさい。はじめまして。妹のまなみです。私はその綺麗な女性に挨拶をした。はじめまして、友のレナです。私、まなみさんに会えるのをずっと楽しみにしてたんですよ。年も近いし、これからよろしくお願いします。レナさんは笑顔が素敵だった。すごく綺麗でクールな雰囲気をまとっているのに、笑うと顔がくしゃっとなって、急に親近感が湧いた。私はその笑顔でレナさんの虜になった。レナさんはお父さんが社長さんだそうで、すごく花がある、キラキラした人だった。兄が話すときもニコニコして楽しそうにして、やはり兄が選んだ人は素敵だと安心した。
三人で楽しく食事をしていたとき、ブー、ブーっと兄のスマホが鳴り出した。ごめん、仕事の電話だ。少し席を外すね。兄はそう言って店の外へ出て行った。突然、レナさんと二人きりになって少し緊張した。ねえねえ、まなみさんだったっけ？私、義足って見たことないんだ。ちょっと見せてくれない？私は違和感を感じた。さっきまでと声のトーンが違う気がする。でも、表情はさっきの笑顔のままだ。勘違いだったかなと思い、どうぞ、と、レナに義足を見せた。うわー、すごい。こんなので歩けるんだね。普通にちゃんと歩けるの？歩いてみせてよ。私はじっとりと汗をかいていた。やっぱり何かが違う。さっきまではこんなに冷たいトーンじゃなかった。いや、でも兄が選んだ人は素敵な人に決まっている。私の思い過ごしだ。そう信じて、どうかな？歩いた感じ普通でしょ？と、私はわざと明るい声で言った。はぁ？どこが普通なの？それで普通って思ってるとか、やばくない？私は耳を疑った。さっきまでニコニコ楽しそうに笑っていた人の言葉とは思えない。私は恐る恐るレナさんの顔を見た。すると、さっきまでの笑顔が嘘のように消え、氷のように冷たい顔でこちらを睨んでいた。いや、でも今の義足って本当によくできてるんだよ。仕事も普通にできるし。会社勤めしてるとか本気？どうせ障害者の特別枠でしょ。他の健常者と同じですみたいな顔、よくできるね。びっくりだわ。どうしてそんなこと？私にはわからなかった。どうしてそんなひどいことを言われるのか。どうして兄の前とこんなに態度が違うのか。何一つわからなかった。そこに電話を終えた兄が戻ってきた。ごめん。今ちょっと厄介な案件を抱えてて時間かかっちゃったよ。二人で何話してたの？先ほどの私たちのやりとりを知らない兄はニコニコしながら尋ねてきた。そんなの女同士の秘密だよ。教えない。ねえ、まなみちゃん。さっきまでのあの冷たい女はどこに行ったんだ？なぜ今そんなにニコニコしてるんだ？私はどうしていいかわからず下を向いた。やだー、まなみちゃん照れちゃってる。ほら、サトルさんが変なこと聞くから。ごめん。変なことを聞いちゃったか？なんだ、二人ともすっかり仲良くなってるじゃないか。なんか嬉しいな。兄は嬉しそうに言った。あのレナという女は兄の前で猫をかぶっている。まるで別人だ。兄はなぜあんな女と結婚するんだろうか。私は兄を問い詰めたかった。でも、幸せそうに笑い合う二人を見ると何も言えなかった。翌日、レナから電話があった。ねえ私、レナだけど、ちょっと二人で話したいことがあるから明日会えない？どうせ毎日暇でしょ？兄が選んだ人が悪い人なわけがない。そう信じたい私は、なんとかレナと分かり合いたい一心で会う約束をした。私は重い足取りで約束のカフェに向かった。きっと私の勘違いだ。それか私が何か気に障ることをしてしまったんだ。じっくり話せば仲良くなれるはず。私はそう自分に言い聞かせた。カフェにはもうすでにレナが来ていた。じろりとこちらを睨んだだけで、特に私を呼ぶ気はないようだ。私は重い足を引きずりながら
レナのいる席に向かった。お待たせしてごめんなさい。今日はどうしたの？私がそう最後まで言い切る前に。ねえ、その足、本当に恥ずかしいんだけど、このおしゃれなカフェに全然似合わない。と言ってきた。このカフェ指定したのそっちじゃん。と私は思ったが何も言わずにいた。さ、結婚式来ないでくれる？私の友達にこんな親族がいるなんて思われたくないんだけど。レナは早口でまくし立てた。うちのパパ、大手企業の社長なの。その娘が私なの。わかる？社長の娘とイケメンの弁護士が結婚するんだよ。どう見ても勝ち組の結婚式じゃん。そこに義足で負け組のあんたなんて必要ないの。私たちの輝きがくすんじゃうからさ、ほんとお願い。結婚式に来ないで。私は言葉が出なかった。これが兄の選んだ人なのか、何かの間違いだと信じたい。しかも、あんたが来たら、サトルさんにも迷惑かかるかもよ。サトルさんの仕事仲間も来るんだから、あんな妹がいるんだって、せっかく必死で築いてきたものが崩れちゃうんじゃない？大丈夫？兄は、そんなこと一言も言わなかった。私がいないところでは、私のこと、そんな風に言っているんだろうか。もう何が真実なのか、私にはわからなくなった。とにかく、あんたは一族の恥だから。結婚式、絶対来ないでね。私だけじゃなくて、サトルさんにも迷惑なんだから、よく考えて。最後に言われたその一言がとどめだった。大好きな兄に迷惑だけはかけたくない。だから私は結婚式を欠席することにした。そして迎えた結婚式当日。私は体調が悪いからと結婚式を欠席した。私が欠席することを知った兄がすぐに電話をくれた。まなみ、体調悪いって大丈夫か？私は心が痛かった。お兄ちゃん、ごめんね。ちょっと風邪ひいちゃったみたい。私は大丈夫だから、お兄ちゃんは結婚式楽しんでね。そう言って、私はすぐに電話を切った。兄の晴れ姿を見られないのが悲しくて涙が出た。父と母が結婚式場で出発した途端、私は大声で泣いた。悲しくて悔しかった。翌日、兄が心配して家に来てくれた。まなみ、体調はどう？いつもの優しい兄だった。ありがとう。だいぶ良くなったよ。私は兄にこれ以上心配をかけないよう元気な声で言った。そうか、よかったよ。ほらこれ、まなみの好きなやつ買ってきたよ。これ食べて早く元気になりな。兄は私が大好きなイチゴのショートケーキを買ってきてくれた。お兄ちゃん、ありがとう。ごめんね。私は涙を何とかこらえてそう言った。泣きそうな私を見て兄は心配そうにしている。やっぱり私も結婚式に行きたかった。かっこいいお兄ちゃんを見たかったし、ちゃんと祝ってあげたかった。なんで行かなかったんだろうという後悔と、私を心配してきてくれた兄の優しさで、私は涙を止められなかった。兄はただ、私の背中をさすってくれていた。数日後、兄から、まなみ、元気になった？と連絡があった。ありがとう。もうすっかり元気になったよ。心配かけてごめんね。私は元気な声で言った。そうか、よかった。ところで、レナのご両親がまなみに会いたいらしくてさ、レナの実家に招待してくれるそうなんだ。まなみ、どうかな？レナの実家ということは、
もちろんレナもいるんだろうな、と少し憂鬱な気持ちになった。でも、せっかくお誘いいただいているんだから断るわけにはいかない。うん、ありがとう。行かせてもらう。日程を決めて電話を切った。なんで私を招待してくれるんだろう。少し気になったが、それよりレナに会う憂鬱の方が大きかった。なんとかうまく乗り切れますように。私はそう祈りながら眠りについた。レナの実家に行く当日、私は朝から緊張していた。兄と一緒に行くはずだったのに、兄は仕事で遅れると昨日連絡があった。一人で行くなんて気が重すぎる。家の前に着くと私は足がすくんだ。なんて大きな家なんだ。まるでお屋敷じゃないか。私は震える指でインターホンを押した。はい。冷たい声が聞こえた。レナだ。お招きいただきました。まなみです。インターホンから返事はない。玄関のドアまで続く緩やかな階段をぼんやり眺めていると、玄関のドアが開いた。何やってんの？早く上がってきなさいよ。玄関からレナが叫んだ。ああ、ごめんなさいね。あなた普通の足じゃなかったわね。早く階段を上がることができない私をレナは馬鹿にした。レナ、お前はなんてこと言うんだ。突然、男性の声が玄関に響いた。パパ、もうやだ。びっくりしたじゃない。レナは父親に怒鳴られてペロリと舌を出している。申し訳ない。さあ、どうぞ、中に入ってください。レナの父親は優しく私に言い、リビングに案内してくれた。私がソファーに座ると、今日は遠いところ来てくださりありがとう。ゆっくりしていってくださいね。と、優しそうな女性がお茶をテーブルに置いた。レナの母親だ。ありがとうございます。レナの両親は優しい人のようだ。私はほっとして少しだけ緊張がほぐれた。私の前にレナの父親が座った。まなみさんだったね。娘が失礼なことを言って申し訳ない。ところで、君のお名前は牧原まなみさんで間違いないかい？レナの父親が私に優しくそう聞いた。その優しい表情を見て、どこかで見たことがあるような気がした。はい、そうですが。どこで会ったんだろう。そう考えながら私は言った。ところで、失礼な質問をすることをお許しいただきたいんだが、君は義足をつけていると聞いたんだが、そうなのかい？はい、そうです。私はぎくりとした。レナの父だから義足のことで何か言われるかもしれない。私の顔は少しこわばった。それは事故か何かで。なぜそんなことを聞かれるのだろう。でも、レナの父の目が優しかったので、私は当時のことを話した。中学生の時、横断歩道を渡っている男の人をかばってトラックにひかれたんです。やっぱり、君だったんだね。やっと見つけた。レナの父は目に涙を浮かべてそう言った。なぜレナの父が泣いているんだろう。実は、その時君に助けてもらったのは私なんだよ。レナの父は言った。え？私が助けたあのおじさんがレナのお父さんだったの？助けてくれて本当にありがとう。
君のおかげで私は生きられているんだ。感謝してもしきれないよ。義父が深々と私に頭を下げている。私はただただ混乱していた。あの事故の後にね、私を助けてくれた人を探していたんだが、その子が病院も転院してしまってね。名前しか知らなかった私には探すことができなかったんだ。義父は私がこれ以上混乱しないようにゆっくり話してくれた。あの時助けてくれたあの子がこんなに立派になっているとは。私を生かしてくれて本当にありがとう。そして生きていてくれてありがとう。義父はまっすぐ私の目を見ていった。そうだ、この目はあの時すれ違いざまに笑いかけてくれたあの目と同じだ。10年以上の時を経て、私はあの素敵なおじさんと再会するとは思わなかった。レナの結婚式の席次表で私を助けてくれたことを同姓同名の名前を見つけたんだよ。それでまさかとは思ったんだがね。本当にご本人だったとは。義父はあの時と同じ素敵な笑顔で話してくれた。母さん、やっぱり私を助けてくれたまなみさんだったよ。こんな奇跡あるんだな。本当ですね。まなみさん、私たちはあなたにいくら感謝しても足りません。本当にありがとう。義母も優しく私にそう言ってくれた。私は心が温かくなった。やっぱり私があの時取った行動は間違いじゃなかったんだ。こんな素敵な方を救うことができた。今日来ていただいたのはね、まなみさんを私の恩人だと確かめたかったことともう一つ。まなみさんにお願いがあってお呼びしたんだよ。私にお願いですか？そうなんだ。今度ね、うちの会社で介護関係の子会社を立ち上げることになってね。今、いい人を探しているところだったんだ。そこで相談なのだが、まなみさん、うちの会社で働いてもらえないだろうか。え？私はいきなりの提案で驚いた。君が今働いている会社の社長が私の古くからの友人でね。君の仕事っぷりは社長のお墨付きのようだよ。もちろん、ただでとは言わないよ。それなりのポストを用意させてもらうよ。あの優しい目で義父は静かに言った。私がいいんですか？私は驚き聞き返した。私はずっと君に恩返しがしたいと思っていたんだ。だから、ぜひともうちで働いてもらいたい。義父は真剣な表情でそう言った。黙って私と義父の話を聞いていたレナが突然立ち上がった。ちょっとパパ、待ってよ。その会社は私が任せてもらうことになってたじゃない。意味わかんないんだけど。レナ、この子会社は私にとってすごく大切な事業なんだ。さっきお前がまなみさんに言った言葉を聞いて、ようやく決心がついたよ。お前の態度がいつも引っかかってたんだ。私は健常者よ。なんでこんな義足のやつに会社を任せるのよ。こいつになんて絶対に無理よ。レナ、人のことをそんな風に言う人間に私の会社は任せられない。義父は冷静にきっぱりとレナに言った。その時、誰かが息を飲む気配を感じて、私たちはリビングの入り口を見た。するとそこに真っ青な顔をした兄が呆然と立ち尽くしている。レナ、まなみのこと、そんな風に思ってたのか？兄は泣き出しそうにも怒り出しそうにも見える複雑な顔をしていた。シャトルさん、まさか、そんなわけないじゃない。私たち仲良しなのよ。ね、まなみちゃん、ただの喧嘩よ。レナは取り繕うかのように早口でまくし立てた。
兄はレナの方を見ず私のことを見ている。私は黙って下を向いた。レナ、僕たちの結婚なかったことにしよう。幸いにもまだ結婚届は出していない。兄は一度もレナの方を見ず淡々とそう告げた。ちょっと待って、勘違いよ。話を聞いて。レナは兄の足にすがるように泣き崩れた。お父さん、そういうことなので、結婚はなかったことにさせていただきます。兄は義父に頭を下げ、静かにそう言った。そうだな。すまなかった、サトルくん。いえ、それでは失礼します。兄は私の手を取ってその場を後にした。サトルさん、お願い、待って。まなみさんに謝るから、本心じゃなかったのよ。もう一度レナはそう叫んだ。本心じゃなかったとしても、冗談であんなことを平然と言う人とは一緒になれない。まなみのおかげで君の本性が分かったよ。さよなら。兄はそう言ったきり、一度もレナを振り返ることはなかった。それから1ヶ月後、私はレナの父が設立した子会社で専務として働き始めた。それなりのポストを用意するって言ってたけど、まさか専務だなんて。最初はわからないことだらけで大変だったけど、周りに助けてもらいながら何とか頑張っている。今まで以上に仕事にやりがいを感じて、充実した毎日を送っている。レナはというと、うちの子会社の平社員として働いている。そう、私の部下だ。レナの父は私のことを買ってくれていて、人としてのあり方を私からみっちり学ぶよう、レナは父から言われたらしい。最初は不満ばかり口にしていたレナも、介護の仕事を始めて少しずつ変わり出した。介護の現場では思い通りに進まないことだらけだ。今まで自分の思い通りに生きてきたレナには衝撃だったらしい。でも現場でいろんな人と接することでだんだん考え方も変わってきている。おばあちゃんって本当にずっと喋ってて、相手してたら全然仕事進まないんだよね。と、めんどくさそうに言いながらも、表情は柔らかく、ちょっと嬉しそうだ。頼られる喜びを見つけたのかもしれない。私は義足になって辛い思いもした。でも、それ以上に、人の温かさに触れることができた。自分の足だろうが、義足だろうが、人はちゃんと立って生きていける。それを知っている私は、きっとすごく強いはずだ。見た目なんて関係ない。大事なのは、人が人を思う温かい心なのだ。ちょっと、今日はお金持ちの合コンだって聞いてたのに。こんな不登校の中卒がなんで紛れてるわけ？同僚に連れられた合コンで、中学時代の元カノと会ってしまった。彼女は俺が中卒だと知っており、明らかに俺をバカにした言動をとってくる。っていうか、あんた中卒って大した働き口もないんでしょ。どうせフリーターでアルバイトとかしてるんじゃないの？だって、そんなボロボロな安いスーツ着てるんだもんね。みっともない。まさか彼女がいきなりそんなことを言ってくるとは思わず、その場の空気が凍りつく。俺が恥ずかしさのあまりうつむき拳を握っていると、一人の美女が俺にあることを耳打ちしてきた。そしてその数時間後、元カノは全てを失うこととなるのだった。俺の名前は島田健二。父親が医者、母親が病院薬剤師の家庭に生まれた。幼い頃から当然のように医療従事者になるのだと期待されていた。言われるがままに塾へ通い、勉強に身を費やす日々。部活に入ることもなく、
これといった趣味もなかった。そんな俺は中学生になり、友人にとあるゲームの面白さを語られた。自由度が高く、操作性もキャラクターも魅力的で、グラフィックが綺麗なのだとか。ゲームに興味を持ったことのない俺には何を言っているのかさっぱりだった。しかし彼の表情から夢中になれるほど楽しいのだとわかる。そのゲームで遊んでみたくなったことを両親に話すと、勉強を頑張っているからと買い与えてくれた。裕福な家庭だったので嫌な顔をされることはないだろうとは思っていた。俺は早速勉強の合間にゲームを始めた。自分で試行錯誤し、好きなように動ける世界は俺を熱中させた。学校から帰り、宿題と自習を終え、寝る前にゲームにかじりつく。そんな日が続くと、突然授業中に眠気が襲ってきた。昨晩ゲームに時間を忘れ、気がつくと1時を過ぎていたのだ。必死で目を開け、板書する先生の話が全く頭に入ってこない。眠気が去った目でノートを見ると、ひどいありさまだった。俺は反省し、24時にアラームが鳴るように設定した。しかしアラームが鳴っても、もう少し、あとちょっとだけと画面から目が離せない。それまでゲームで遊んだことがなかった反動で、俺はのめり込んでしまったのだ。そのうち以前は本を読んだり、塾の予習復習に取り組んでいた時間が少しずつゲームに置き換わっていた。そして1ヶ月後の塾の模試と学校の試験の結果を見て愕然とした。それまで常にトップだった成績が平均値近くまで下がっていたのだ。原因は分かっている。俺は心を入れ替えて勉強の遅れを取り戻そうとしたのだが、誘惑には勝てず、ついついゲームに手を伸ばす。実質で勉強もゲームもしていた俺の状況を両親は知らなかった。そしてみるみる成績が下がり、クラスメートからバカにされるようになっていった。島田って最近俺よりも点数低いよな。性格も頭も悪いとかやばくね。そんなクラスメートの陰口を偶然立ち聞きしてしまった。よく宿題やノートを見せてあげていたやつだった。俺も思ってた。性格が悪くてもさ、秀でた部分があるならまあって思ってたけど。会話の相手は俺の家族旅行や家庭事情についていつも話を聞いてくれていたやつだ。性格が悪い。俺が成績が下がったことは認めるが、全く心当たりのない評判に首をひねるしかなかった。しかし翌日その意味を思い知らされることになる。私、検事に冷めちゃった。1年生の夏から付き合い始めた彼女のウイ・メイカに耳を疑うようなことを言われた。冷めたって。ただでさえ勉強ってろくに遊んでくれないし、最近はゲームとかしてるらしいじゃん。成績落ちてるみたいだし、そんな検事といてもつまんないなって。でもメイカだってドタキャンすることあったし。正直言うとさ、メイカは長い髪をかき上げ、ため息をつきながら言った。性格悪いあんたから頭の良さを取ったら何になるわけ？それどういう意味？性格って。クラスメイトにも言われていた。一体俺の何が悪いのだろうか。俺が尋ねるとメイカは信じられないと言った。自分で気づいてないの？いつも成績がいいとか、家が金持ちだとか、自慢話ばっかり。家族と旅行に行っただの、あれこれ買ってもらっただの。それが当たり前じゃないって知った時には大げさに驚いたりしてさ、バカにしてるんでしょ。俺は開いた口が塞がらなかった。確かに試験の成績がいい時は努力の成果を見てもらいたくてみんなに見せて回っていたし、家族旅行の思い出を写真とともに話すこともあった。新しい服や靴を買ってもらった時も嬉しくて友達に報告していたのだが、まさかみんなが嫌味だと思っていたなんて。ショックで放心状態の俺にメイカは追い打ちをかける。あんたが将来医者になれば自慢できると思って付き合ってたんだけど、なんかもうダメそうだし別れて。それじゃ。手をひらひらと振り、
去っていく。そうか、みんな俺のことをそういう風に見ていたのか。一緒にいながらも内心うんざりしていたのか。成績が下がった俺に価値はないのか。クラスメートやメーカーの言葉を思い出すとめまいと吐き気に襲われた。学校中がそんな風に思っているのかもしれない。両親も親戚も俺をおとなしく感じているのかも。そんな考えが浮かんだ瞬間、人間が世間が怖くなった。俺は家へと急ぎ、ただいまと挨拶もせずに自室へ飛び込むと、布団は頭からかぶる。何事かと母が様子を見に来たが、何も答えることができなかった。翌日もさらに次の日も俺は自分の部屋から出られない。人が怖い。表と裏で何を考えているのかわからない。そんな気持ちのせいで足がすくんでしまい、動悸が止まらなくなる。俺は中学校に通えなくなり、ひたすら家にこもった。突然の俺の変貌に両親は腫れ物に触れるような扱いをし、外へ出ろとは言わなかった。そんな俺の心を唯一癒したのが、皮肉にもゲームだった。ゲームの中では好きな自分でいられる。裏表のある人間も存在しない。何も恐れる対象がないのだ。次第に俺の興味はオンラインのネットゲームに向いた。のめり込んでいたゲームの新作がパソコンでも遊べるようになったのだ。いつも通り遊んでいるとふと思った。ゲームってどうやって作っているんだろう。俺の希望通りにシステムを構築するにはどうすればいいのか。インターネットでゲームの作り方を調べてみると、無料でゲームの制作ができることを知った。こんなに簡単に作れるんだ。そして2日後、目の前の画面にはネットの知識を拾い集めて適当に作ったゲームのタイトルが映し出されている。簡単な迷路のゲームで5分も経たずにクリアできるだろう。しかし俺にとっては人生を変える作品になった。 IT 関係の仕事に就くこともでき、今はとても充実した生活を送っている。そんな子供時代を過ごした俺ももう30歳を過ぎていた。ある日、俺は職場の野村に合コンに誘われた。すげえ可愛い子揃いなんだ。なんて言ったってみんな秘書だってよ。人数合わせていいからと半ば強引に引きずられていく。会場はオフィスビルの最上階にあるフレンチレストラン。先に到着した俺たちが座席に着くと5人の女性がやってきた。皆華やかだが清楚ないでたちをしている。すると、あなた検事よねと一人の女性に声をかけられた。俺をいぶかしげに見る女性は間違いなくメイカだった。メイカか。なんと合コン相手の中に俺をこっぴどく振った元カノがいた。なんとも気まずい合コンになってしまった。それはメイカも同じだ。中学時代の元彼と合コンをすることになるなんて思いもしなかっただろう。メイカは不機嫌な顔を隠すことなく俺を見下ろした。ちょっと、今日はお金持ちとの合コンだって聞いてたのに、こんな不登校の中卒がなんで紛れているわけ？まさか彼女がいきなりそんなことを言ってくるとは思わず、その場の空気が凍りつく。メイカ、どうしたの？落ち着いて。女性の一人がメイカをなどめようとする。この人と中学が一緒なの。遊んでばかりいて勉強もしないただの陰キャよ。いつの間にか不登校になって高校にも行かなかったって聞いたわ。ねえ、なんでこんなの呼んだのよ。メイカは先ほどの女性に詰め寄る。まあまあ、メイカちゃんだっけ。彼は俺が呼んだんだよ。学歴はいいじゃないか。知り合いなのは気まずいかもしれないけど、じゃあ君たちは両端に座ろうね。野村が場を取りなしてくれた。ブツブツ言いながらもメイカは野村の誘導通りの席にようやく腰を下ろした。彼がイケメンでよかったと心から思った瞬間だった。俺帰ろうか。野村に耳打ちすると、彼より先に目の前の女性が首を振った。幹事の子だ。お気遣いいただかなくて大丈夫ですよ。
お酒飲んだらきっと機嫌良くなりますし。それならと、俺は極力メイカの視界に入らないよう身を縮こませた。しかし酒の入ったメイカの態度は悪化した。てかさ、せっかく男も5人呼ぶって話だったのに、そのうちの1人が中卒とかありえないんだけど、他の人は大丈夫なわけ？再び始まった俺への悪口に箸が止まる。せっかく楽しく話していたのに、大きな声でそんなことを言われたら台無しだ。幸いにも俺以外はメイカも納得する大学を出ていた。一瞬気を良くしていたが、俺の顔を見ると不快感をあらわにした。この人、中学の時マジでヤバかったの。家が金持ちだからって何でもかんでも自慢してさ、性格悪いったらないし。でも私が振ったくらいからひどい成績になって、あれって私のせいかな？ショックだったの？時系列がめちゃくちゃだ。酔っているからなのか、大した記憶がないからか、いずれにせよ訂正するほどの勇気は持ち合わせていない。だって彼女に振られたのも、成績が落ちたのも、嫌なやつだったのも、全て本当の話なんだから。やっぱ学歴って大事よね。子供の頃からちゃんと勉強しているかどうかで、会社も年収も人生の全てが決まってくるじゃない？そういうメーカーは偏差値の高い国立大学出身だし、確かに彼女は彼女で努力していたのだろうが、自分と異なる人間を見下しすぎだ。ましてやこんなに多くの人がいる場所で、俺は不登校になった時のどす黒い気持ちを思い出した。周囲は苦笑いしている。はあ、やっぱり人間は苦手だ。最近は人とのコミュニケーション方法が身についていたのに、たった一人の悪意のせいでまたくじけそうになる。そんな時、一人の女性がスマートフォンを構えた。花村桐子さんと名乗っていたおとなしそうな女性だ。ねえ、まだみんなで写真撮ってなかったよね。この空気を変えようとしてくれている。そのことに気づいたみんなはうなずき、彼女のスマートフォンに収まるよう身を寄せた。メイカもみんなにつられて映る。見てメイカ、綺麗に撮れてるよ。え、本当？やっぱりメイカって花があるよね。羨ましい。やだ、そんな褒めないでよ。嬉しそうなメイカにニコニコと微笑む花村さん。彼女はこの場の救世主だった。みんなもほっとし、また学歴や俺の話にならないようたくさんの話をメイカに振る。興味を持たれていると勘違いしたのか、メイカは気を良くして楽しそうに話していた。お手洗いのために一度席を立つと、戻る途中で先ほど場を取りなしてくれた花村さんが申し訳なさそうに俺を待っていた。メイカがすいません。いろいろと失礼なことを。いや、花村さんが悪いわけじゃないし。でも連れてきたのは私たちですから。それより空気を変えてくれて助かったよ。無理やりだったでしょうか。そんなことなかったよ。本当にありがとう。そんな話をしていると、間の悪いことにメイカがやってきた。お手洗いへの道を開けてやるが素通りしてくれない。あれ？ケンジ、まだいたんだ。あ、うん。よく言い続けられるね。私だったら恥ずかしくて無理。誰のせいだと言ってやりたいが、酔っ払いとまともに話すなんて無謀だ。そういえば今何してるか聞いてなかったけど、中卒で大した働き口もないんでしょ？どうせフリーターでアルバイターとかしてるんじゃないの？ちょっとメイカ、言い過ぎよ。せっかくなんだから楽しくいようよ。花村さんがメイカを咎めてくれるが、当の本人は顔をしかめた。何？こいつの肩持つの？あ、わかった。ケンジのこと気に入ったんでしょ。いいんじゃない？あんたたちすっごくお似合い。低レベル同士だもん。低レベル？キリコだって大学の成績散々だったもんね。なんとか秘書の仕事ができてるみたいだけど、どうせ汚くて今にも潰れそうな会社なんでしょ。キラキラと笑い、俺たち二人を指さすメイカ。すると
花村さんは一歩前に出た。会社のことまでバカにしないで。何？図星だったから怒ってるの？誰だって自分の仕事をそんな風に言われて怒らないはずないよ。でも事実じゃない？あんた昔から容量悪かったし、大した美人でもないしさ。そんな人間を雇う会社も会社じゃない。私のことを何と言ってもいいけれど、会社の悪口は許さない。先ほどの物静かな態度とは一変、花村さんから怒りが伝わってくる。そうやっていつも自分のいいところばっかり自慢して、人のことを見下して。さっき社長のことを嫌なやつだって言ってたけど、自分だってそうじゃない。何よそれ、ひがんでるの。ちょっと待って、社長って？メイカは俺を一瞬見たが、そんなはずはと口元を引きつらせる。俺も驚いて花村さんの方を見た。社長ってもしかして。すると花村さんは俺の腕を引く。社長よ、社長。島田健二社長はうちのボスなんだから。花村さんがうちの秘書？言われてみればそんな名前の秘書がグループセレクタリーにいたような。健二が社長？そんなの誰が信じるのよ。野村さんにも聞いてみたら？あの人もうちの営業部長だし。花村さんの口ぶりから真実なのだと理解したのだろう。社長なんてなろうと思えば誰でもなれるものなのよ。社員がたった3人でも会社は名乗れるわ。どうせ大した会社じゃないんでしょ。以前見下す姿勢を崩さない。そんなメーカーに花村さんは真っ向から対峙した。あら、設立10年で年商10億企業だけど大したことないかしら。10億？そう、彼女の言う通り、俺はそれなりに安定した会社の社長をしている。中学校に通わなかった分、有り余っていた時間で無料のツールを使い簡単なゲームを作った俺は、無料でゲームを配布するサイトに投稿したのだ。評判を気にする前に俺は次々とゲームを作っていった。誰とも話すことなく黙々と作業に没頭することはもともと勉強が得意だったこともあり苦ではなかった。そして10作目のゲームが大ヒットした。遊んでくれた人たちの感想や反響が励みになり、俺は改めてゲーム作りを勉強し、開発費を得てイラストレーターにグラフィックを、そして作曲家にゲームの BGM を発注しようと思った。はオンラインでなら人とのコミュニケーションが取れたのだ。ゲームと同じように直接顔が見えないことが利点だったのだろうか。そうやって少しずつ他者との関わりを増やし、今ではインターネット越しでなくても人への恐怖が薄れていた。そして俺はゲーム会社を立ち上げ、今では年商10億を稼ぎ出す会社社長に上り詰めたというわけだ。だから何？私にマウント取っても意味ないんだからね。私の婚約者なんてあんたよりもっとすごいところの社長なんだから。俺の正体を知ってもなおメイカは虚勢を張り、なんと婚約者自慢を始めた。メイカさん、婚約者いるの？俺たちがなかなか戻ってこないことを心配してか、他のメンバーがやってきた。野村はメイカに目を向ける。メイカちゃんって彼氏持ちだったんだね。しかも婚約者って。実はね、婚約者って言っても本当は結婚迷ってて。メイカが苦し紛れに言葉を探していると、突然店に入ってきた男性がまっすぐこちらへ向かってきた。その顔を見て顔を青くした。西尾さん。メイカ、君、俺というものがありながら合コンとはね。全てお見通しと言わんばかりの男性にメイカは口をつぐむ。西尾さんが見せたスマートフォンの画面には先ほど俺たちが撮った写真が表示されていた。どうしてそれが？あら、ごめんなさい。いい写真が撮れたからつい SNS にアップしちゃったわ。全く悪いと思っていない花村さんの言い方。これはわざとだな。メイカは眉をつり上げ花村さんの胸ぐらをつかむ。あんたわざとでしょ。
ふざけんな。婚約者がいるのに合コンに来たあなたが悪いんじゃないの？私たち止めたのに今しか遊べないからって無理やりついてきたでしょ。それにあなた私にもっとひどい嫌がらせをしてたじゃない。SNS に私が変に写った写真あげたり悪口書いたり全部知ってるのよ。だからそうね、日頃のお返し。少女のように無邪気な声。今後決して花村さんを怒らせてはいけない。俺はそう固く誓った。メイカは歯を食いしばり、花村さんから手を離して俺を指さす。違うの西尾さん、この人がね中学生の知り合いで、それで私久しぶりに会いたくなって来ちゃったの。昔が懐かしいなってね。西尾さんも同窓会に行ったりするでしょ。手のいい言い訳に使われたが、西尾さんは首を横に振る。メイカ、もう知ってるんだ、すべて。何の話？お前が俺という婚約者がいながらもこうやって出会いの場に出かけたり、この前はマッチングアプリで知り合った既婚男性と関係を持ったり。どうしてそれを？自分の手で口を押さえるが、出てしまった言葉は取り戻せない。他にも悪いが君の言動が怪しくてそこを調査をしていたんだ。うちの家の名に泥を塗るわけにはいかなかったからね。待って、今日は本当に。ほら、あんたからも何か言いなさいよ。メイカに腕を引っ張られるが、何を言えばいいのだろう。とりあえず俺は西尾さんに頭を下げた。こんばんは、ご無沙汰しております。島田さん、挨拶が遅れてすみません。それにこんなところを見せてしまってお恥ずかしい。何？知り合い？挙動不審なメイカに花村さんは微笑みかける。メイカさん、サリーの冒険ってゲーム知らない？アザリアは？ SIM は？ちょっとそれって。彼女が挙げたゲームの名は全て100万本の売り上げに達したヒット作品だ。シリーズ化もしており、ファンも多く定着している。知らないはずないよね。メイカさんの会社、そこのプログラムを受注してるんだし。そう、目の前の西尾さんはプログラム開発会社の社長で俺の取引先の一つさ。嘘、こんな中卒のくせに。メイカ、なんてこと。すいません島田さん。いえ別に、彼女は俺の秘書なので自分の過失でもあります。しかしそれも今日で終わりだ。どういうこと？君とは仕事もプライベートの関係も切らせてもらう。後でしっかり話し合おう。そんな。すっかり酒の抜け切ったメイカはふらふらとその場へへたり込む。西尾さんはこれも業務の一環だという顔をして彼女を外に連れ出した。その後西尾さんから聞いた話によると、これまでのメイカの男遊びは凄まじく、全て明るみになった結果、正式に婚約破棄及び秘書を解雇となったらしい。そんな信頼のおけない人物を秘書としてそばに置いてくれる会社なんてなく、今は彼女自身がバカにしていたフリーターとなり、アルバイトで食いつないでいるのだとか。そんな話を花村さんからも聞いたので、正確な情報だろう。学歴が良かろうが他人を尊重し思いやることができなければ社会では生きていけない。俺はそれを昔思い知らされた。島田さん、すみませんでした。合コンでの出来事を謝る花村さん。メイカとの言い合いについての謝罪らしい。彼女はグループセレクタリーの一人だった。半年前に入社し、主に営業部長や専務の下で仕事をしていたらしかった。言われてみれば定期的な中途入社の顔合わせで見たことがないこともない。人の顔を覚えることが苦手だとはいえ、社員の顔を把握していなかったことを俺も詫びた。いいんです。それより私社長を自慢するようなこと言って嫌でしたよね。そう、俺はもう自分自身や功績を持ち上げることをしたくないと常に社員の前で話していた。人によって秀でているものは違う。自分にできないことが他人にできて、その逆もある。そんなことは当たり前だ。だから俺は自慢話が嫌いだ。
そのせいで中学生の頃に痛い目を見たのだ。もちろん自分の努力は褒めてやるべきだが、自慢話になってはいけない。円滑な人間関係を構築するためにも会社の標語として設定していたほどだ。いいよ、俺のために言ってくれたんだろ。許せなかったんです。社長は素晴らしい人なのに、誰よりも優しくて社員一人一人を思いやってくれる。だからといって偉そうにしないし、そんな人をバカにされてどうしても黙っていられませんでした。あなたがすごいってことを伝えずにいられませんでした。そこまで言われるほど君に何かしたかな。私、メイカが言っていた通り、あまり要領が良くなく、秘書としてお世辞にも立派とは言えませんでした。前に勤めていた会社では研修制度もなく、言われなくても全てを察することが当たり前で、優劣が厳しかったんです。どうしても辛くて辞めてしまったところを、人には得意不得意がある、得意なところを伸ばせばいいと、島田社長の代表挨拶をホームページで見て入社を決めました。そうだったんだ。はい。島田社長は覚えてらっしゃらないかもしれませんけど、たくさんの人のスケジュール管理に戸惑っていた私を見て、君には社外とのやり取りの方が向いているんじゃないかと、自分でも気づかなかった得意分野を業務にあてがってくれたりして、本当に尊敬しているんです。ああ、確かにそんなことをしたね。複数人の秘書をしているがゆえに複雑なスケジュール管理に手一杯になっている秘書がいたが、彼女の様子を見ていると俺より圧倒的にコミュニケーション能力が高いと感じたので、アドバイスしてみたことがあった。それが花村さんだったのだ。私、それから島田社長に憧れていて。花村さんは所在なさげに視線をさまよわせ、だんだん声がか細くなっていく。それで、島田社長ってメイカと西尾社長の関係ってどう思われましたか？社長と秘書が恋人関係だなんて。業務に支障が出ないなら本人たちの自由だと思うけど。そうですか。よかった。よかった？花村さんの挙動がさらに不審なものになる。島田社長、合コンって興味あるんでしょうか？ああいう場は苦手なんだ。人数合わせで野村に言われて仕方なく。実は私も人数合わせだったんです。そうなんだ。お互い大変だったね。結局気まずいままお開きになったし。はい。だから、やり直ししませんか？え？あのメンバーで？いえ、私と島田さんの2人で。それはダメですか？上目遣いで見上げられ、言葉に詰まる。俺のことも会社のことも思ってくれる彼女の気持ちを無下にするわけにはいかない。それに俺だって会社を守ろうとしてくれた花村さんのことがかっこいいと思っていたのだ。断る理由はない。俺でよければ。島田社長がいいんです。好きなことに時間を費やした結果、身を滅ぼしたと思った俺。しかし今はこうして人にも縁にも恵まれている。あの時辛い思いをしたからこそ今の俺がある。好きなことをとことん突き詰め、努力をひけらかさない。もちろん評価をしてもらうことは大切だが、自分だけが掴み取った結果だとおごってはいけない。たくさんの人のおかげなのだから。それぞれがそれぞれの持ち味を生かし、得意な能力を出し合っている組織をこれからも大事にしたい。